ではオルクの情報や、もともといた商業船はなんやかんやで潰れたが、かして俺様は唯一の生き残り。自らの武器、情報を駆使して、出て船を持つのが俺の野望だ。そのため今は主要講師として働いてる。修道会の教団に立てたことを誇りに思え。帝国のために役に立つ情報を話すんだな。第二次アルマゲドン戦役の話はよ。はい。ではガスブッタルについてはご存知でしょうか？ご存知と言われてもわかるわけないだろう。そんなことより第二次アルマゲドン戦役はよ。アルマゲドンはもう予約開始してんねんぞ。おめえがどの世界から来てんだよ。とはいえ、今回のローンチのアルマゲドンは第二次アルマゲドン戦役だった過去のローンチ。その雰囲気をセルフオマージュして古参ユーザーにも刺激を与えるものですね。新参ユーザーもより深く楽しむ情報がとにかく欲しいからな。そのため第二次アルマゲドン戦役の話は購買意欲に直結するのだ。でないとアルマゲドンはただのクソだかローンチと思われてしまう。これどこの世界に向けての解説だっけ？まあとりあえず、アルマゲドン戦役のオルク側の主要人物である、ガスブッタルについて話します。そんなやられ役に興味はない。第一次でアングロン知ったからな。今更オルクの対象とかどないやねん。ああ、それとゼノの情報を与えても、ゼノの文化に浸透させないようにと言われてます。間違ってもノリでワーとか言わないように。舐められたものだな。皇帝の聖女にそれを言うとは、所詮はオルクだな。はい、ではガスブッタルから教える理由は、こいつは現在にまで続く、ヤーリックの永遠のライバルだからです。言ってるそばから叫んでんじゃねえ。さすがにそれは反則すぎる。せいぜいヤーリックのやられ役だと思ったのに。なのにゼノで永遠のライバルってなんだよ。現に長年の戦いで負傷しまくり、双方改造しまくってるくらいだからな。宇宙に渡してもこれほどバチバチにやり合ってる公敵手はいねえだろうよ。口の聞き方。おっと失礼。とにかくアルマゲドンを知りたいのなら、ガスブッタルについて詳しく知っておくと楽しめます。彼の生涯は、オルクがどういう種族かというのをよくつかめますから。伝説によれば、ガスブッタルは生まれる前からエルドラドールスラーンによって予言されていたそうな。生まれる前から有名人だと。ヤーリックだって出産時からの伝説なのに、ちょちゃうんやぞ。そうこうしてガスブッタルの誕生は、第二次アルマゲドン戦役の9年前。この時のガスブッタルは種族の防衛、帝国で言うなら一兵卒のようなもんですね。ただの一兵卒だったとは。通人で大活躍でもしたのか。ゼノとはいえ、英雄譚の始まりか。彼は戦闘中に頭にボルトガンが貫通し、脳の3割くらいが吹き飛びました。脳の3割はもうダメだろう。なんでそんな細かいんだ。死体解剖のレベルやんけ。そりゃ頭蓋骨が割れて脳が丸だし、ちょっとシャレにならない状況だったらしい。何デブ漫画みたいな表現してんだよ。ちょっとどころかそっちだろうが、オルク上かましてんじゃねえぞ。ガスブッタルは溢れないように抑えて、駆け込んだ先は悪名高くペインボーイ、マッタドクグロッツニックの元でした。ああ、ペインボーイはオルクでいう医者みたいなものです。オルクにも医者がいるんだな。しかしこの状況は無理だろ。帝国ならサービターでも無理だわ。だが若きペインボーイ、グロッツニックはやる気満々でガスブッタルの受けを始めた。絶望的な中でよくやるな。オルクの医者は情熱的だな。意外に仲間思いなんだな。そして頭が大丈夫なようにアダマンチウムの頭蓋骨にした。そこ？ああ、なくて中身がやばいんだよ。人間でそれやったらホラーやぞ。そうした努力も虚しく、ガスブッタルは病床で他界する。死んだー。ガスブッタルアダマンチウムの方が無駄やろこんなん。満足してやったグロッツニックはガスブッタルをゴミ捨て場に捨てた。もうお前医者でもマッドサイエンティストでもねえよ。オルクがオルクいじりしてるだけだよ。マジでなんなんだオルク。その死体を漁っていたグロット。ああ、グレッチェンの族長な。死体を漁ってた時に、なんとガスブッタルは目覚めやがったんだ。いちいち突っ込むの疲れてきた。残った片方の目でグロットを覗き込み、ゴルクとモルクの意志を授けられたと語ったんだ。ゴルクとモルク？オルクの双子の神と言われてるもんだ。オルクにも神仏いたんだ。ちなみに強くて賢いのがゴルクで、賢くて強いのがモルクだそうです。はいはいオルクオルク。この一連の流れがガスブッカルの心に隠れていたあれな力を目覚めさせたのか、ガスブッカルが単にあれになってしまったのかはわかりませんが、予言にふさわしき選択を受けたオルクとしていきなり態度がでかくなっていったり、追いはぎに来たグロットをまかりと名付け主としたり、中は煽りにつけてネギネギと頭角を表していったのだとか。とまあ、ここまでがガスブッタル誕生秘話です。なんて無茶苦茶な世界観。オルクが巣に目覚めたらこんなのなのかな。開幕で胸焼けするわこんなん。こうして力をつけたガスブッタルは、惑星内を駆け巡り、ついには統一軍まで築きます。ですがその惑星とはおさらばせねばなりません。ウルクの大量が赤色巨星へと膨張し始めていたからです。野郎どもをこの惑星から旅立たせ、最高の、をしなければならないと、それはもうでかい声で、しようと声をかけた。帝国民にもわかる説明で頼む。惑星を渡り歩いて戦争を楽しもう、ですね。どっちにしても迷惑。そしてガスブッタルの、に応えるように惑星軌道上に乗り捨てられた巨大な宇宙船。スペースハルクが現れました。やろう。
しやがった。この、するには今しかないと見たガスブッダルは、スペースハルク到達のためのロケット建設を、休むことなく野郎どもを働かせた。だが、のっつきならないことが起こってしまった。死滅惑星だからな、やはり土地が持たなかったのか？違う。スペースハルクがワープを呼んだとか？それならまだよかった。わかった、ロケット作れる頭がなかった。そんなんじゃねえ、オルクにとって何よりも重要な問題。野郎どもが来てしまったんだ。3度の飯と同じくらい戦うのが好きなオルクが、惑星脱出のためにせこせこ働くなんて我慢できるわけねえんだ。ぶん殴る相手がいねえなら身近な奴をぶん殴って喧嘩する。そんな日常のオルクならなおさらだ。今更だけどお前らよく惑星外に旅立てたな。そうさ、荒くれ者を求めるにはぶん殴っていうこと聞かせるのが基本だ。だがこの状況、滅びるくれいなら惑星ごと。して華々しく散りてえ奴もいる。そうなんですね。もはや惑星が滅びるとき。そんな中でガスブッダルは全員の前に出た。鎧を脱ぎ、野郎どもの前で宣言した。俺はこの場から1週間は動かねえ。おめえらの族長はそれができんだ。おめえらにもきっとできる。戦うことが我慢できねえ荒くれ者のお探しとしていると宣言しやがった。たまんねえ刺激に当てられた野郎どもは大いにぶっ刺さり、信じられねえ集中力に、ウィンはスペースハルクに到達できるロケットを完成させちまったんだ。ちょっといい話に言うのなんなん。上にスペースハルクに到達したウルクの野郎どもは挑戦する。だがそこは疑問のson窟だったのだ。さすがに気の毒だな。やっとの思いで到達したのに救いのない暗黒円未来。野郎どもは大いに喜んだ。なんでやねん。ウルクはウルク以外と戦う機会がなかったからだ。もういいわ。ガスブッダルと野郎どもはこの戦いを大いに楽しんだ。あの平和な時間は決して無駄ではなかったと。平和って戦争準備のことかな？そうしてどんどん突き進み、スペースハルクの中央部のワープリフトにたどり着き、巨大なブラッドサースターがガスブッダルの前に現れた。カジュアルにブラッドサースター出てくんなよ。スペースハルクは暗ごっこするとこやねんぞ。アンニキン。ウブ出たらリプ、彦丸やろ。決戦の中ガスブッダルは立ち向かい、ブラッドサースターを打ち負かした。嘘つけ。軸だ。第一とは明言されてないが、恐らくタイマンで倒したからこそ語り継がれてるのだろう。ブラッドサースターは一撃で何の応募した押しますよ。ブラッドサースターのステータス見てやっといいか。もうハンマーコミュニティの PDF 見ても同じこと言えるんかい。ガスブッダルはこのブラッドサースターをワープリフトに投げ返し、復帰でワープリフトを閉じた後に叫んだ。俺たちの相手をしていなら次はもっと用意しやがれ。あれ？ちょっとかっこよくない？オルクの分際で、あんたのために。したりしないんだから。こうしてガスブッダル付きウルクの野郎どもは、スペースハルクを気ままに改造し、船はワールドキラーと改名され、マダニングに向けて旅立つのでした。とんでもない話だな。オルクでないと無理な話。種族の差を見せつけられた。とはいえ、惑星一つのウルクを総動員して宇宙へ進出。なんてのは、大ボスの中でもかなりの逸材だったと言えますね。部族一つなら珍しい話ではありませんが、惑星一つ丸々というのはウルクくらいでしょう。というかそもそも、惑星一つの住民が乗るほどの宇宙船なんてあるのか？帝国全艦が8から 12km 級とされることを考えると、別に珍しい話ではありません。帝国の船もそういえばでかかったわ。そこへ来てスペースハルクは複数の船やステーションが融合しています。そらローブトレーダーやスペースマリーンがお宝探しに乗り込むわけですわ。ワープの影響も受けてるので、もはや宇宙のダンジョンと言ってもいいでしょう。ハイリスクハイリターンな SF ダンジョン、スペースハルク。か。おっしゃる通りです。中には人類を救う古代の機構が眠っていたり、あるいは悪魔の巣窟として人類を飲み込もうとしている幽霊船か。そんなスペースハルクが、アルマゲドンの軌道上に現れたとき、あなた方ならどうされますか？とりあえず調査させるな。ほうれん草ちゃんとしながらやる。放置はまずないな。そうですね。そうして始まったのが、第二次アルマゲドン戦役です。待て、惑星規模のウルクが乗り込んでるスペースハルクが突如現れたのか？はい、ウルクに現れた時のように、この世界の宇宙船はワープできますからね。スペースハルクっ
ってだけでもほっとけるわけないじゃんか。ガス物体がウルクを脱出する際に目をつけたほどですからね。そんなめちゃくちゃなお宝か災害かのどちらかが現れたりしたら、ウキウキで調査しに行きますよね。惑星単位のウルクの箱舟とは知らずに、